皆さん、おはようございます。くまさんの YouTube 農業大学です。今日から講師を担当する夏木かりんです。慣れないこともありますが、どうぞよろしくお願いします。今回も皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。今回のテーマはズバリ、醤油と味噌です。前回の動画で日本酒について勉強したのですが、この時に取り上げた発酵についてもう少し深掘りしたいなと思いました。なので、今回は日本が誇る発酵調味料である醤油と味噌について勉強したいと思います。前回の日本酒の動画を見てとてもびっくりしたのが、麹って日本酒作りに使われているだけじゃなく、日本の伝統的な発酵食品である醤油や味噌にも使われていたことです。そればかりじゃなく、味噌も醤油も日本酒とほとんど同じ作り方をしていたんです。ざっくり言うと日本酒は、麹菌と酵母、乳酸菌という3種類の微生物を使って醸造されているんですが、醤油や味噌もほぼ同じ作り方をしています。ということで、じゃあ醤油や味噌って実際はどのように作られているのか、そしてどんな歴史を持った調味料なのか知りたいなと思いました。今回、醤油と味噌について4回ずつにわたって一緒に勉強したいと思います。まず、4回にわたって醤油について勉強します。日本には醤油の他にも味噌やお酢、みりん、日本酒など重要な発酵調味料がたくさんあるのですが、そのトップはやはり醤油だと思っています。家庭料理や高級懐石料理店でも欠かさず常備していますし、その使い方もお寿司やお刺身につけて食べるだけでなく、お吸い物や煮物、焼き物、かば焼きのタレ、うどんのつゆなど、用途はとても多彩です。そんな日本人にとって最も身近とも言える調味料である醤油なんですが、日本でいつから使われているかご存知でしょうか？また、どんな種類の醤油があって、同じ発酵調味料である味噌とどんな関係なのか、ご存知でしょうか？こうした醤油の知られざる世界について、皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。具体的には、醤油の作り方や4種類の醤油、そして醤油の歴史や文化について、4回に分けて勉強します。続いて、お味噌についても4回に分けて勉強します。味噌って地域性が豊かだと思いませんか？愛知県には八丁味噌がありますし、京都では白味噌ですよね。その他にも仙台味噌や信州味噌など、醤油に比べてバラエティが豊富だと思います。こうした地域性豊かな味噌がなぜ生まれたのか、さらには味噌のルーツについても深掘りします。そして、味噌のルーツに迫る中で、日本の発酵調味料と東アジアにおける発酵調味料の関係についても見ていきます。皆さん、必見です。具体的には、味噌の歴史、文化、米味噌、味噌の作り方、そして豆味噌について詳しく勉強します。それでは早速、醤油の勉強を始めます。今回の講義では醤油の作り方について勉強します。その前にまず、塩について見ていきたいと思います。実は塩って醤油とか味噌に欠かすことができないんですよ。今では当たり前すぎて塩が大切と言われてもピンときませんよね。でも古代社会ではとても重要なものだったんです。我々脊椎動物の祖先は3億8500万年前に海から陸に進出しました。そして海から陸に上がることで、それまで海水から塩分を供給されていたものを受け取ることができなくなりました。そのため、陸上生物は自分たちで塩分を補給する必要が生じたんです。野生生物でもよく、岩塩を舐めに洞窟の中にやってくるって話、聞いたことありませんか？人間も同じなんです。私たちは食塩という形で日々、食事から摂取しています。そしてこの塩は、塩分を供給するばかりじゃなく、腐敗菌を寄せ付けない効果があるので、食材を保存する効果もあるんです。ここが非常に重要なんですが、塩は腐敗菌を寄せ付けない一方、塩のある環境でも一部の発酵菌は活動することができるんです。そのため、腐敗菌の生育には厳しく、発酵菌には優しい、そんな環境を塩は作ることができるんです。塩は発酵調味料を作るのに不可欠だったんですね。では、私たち日本人はいつ頃から塩という形で利用してきたのでしょうか？今から1万年以上前は、日本人は海水や岩塩といった自然にあるものをそのまま使って塩分を補給していました。
でも、縄文時代になると、塩を生成する方法を編み出したんです。今から約3000から4000年前の縄文時代後期、土器に塩水を入れて煮沸して、塩の結晶を得る方法を開始しました。この方法を土器製塩法と言います。この土器製塩法は、茨城県霞ヶ浦沿岸のほか、青森県下北半島や津軽半島でも発見されていて、日本各地で行われていたことが分かったそうです。土器製塩法と並んで行われていたのが、藻塩焼きという方法です。藻塩焼きがどんな方法だったかについては、諸説あるようです。ただ、海藻を天日乾燥させることで付着した海水を濃縮して、その上からさらに海水を注いで、濃い塩水を抽出します。それを煮詰めて塩を得る、という方法だったようです。海が荒れると、海岸や浜辺に大量の海藻が打ち上げられますよね。それを集めて塩作りに利用したんです。この方法は奈良時代まで続いていたんですが、それはこの藻塩焼きを使った製塩法では、意外と効率よく大量の塩が取れるためだったんです。この藻塩焼きは、万葉集など様々な文献に見ることができて、全国的に行われていた方法だったこともわかっています。そして、7世紀頃から塩田を使った製塩法が開始されました。海に接する砂浜に巨大な塩田を作って、人力で海水をその塩田に汲み上げて塩を作る揚げ浜式と、満潮の時に海水をその塩田に引き入れ、引き潮の時に水門を閉ざして塩を得る入り浜式があります。最初は揚げ浜式が利用されていましたが、時代を経るにつれて入り浜式が使われるようになったそうです。この塩田による製塩はつい近年まで続いていましたが、1970年頃から塩田を使用しないイオン交換膜製塩法が全面的に普及して、今日に至っています。もちろん、今でも塩田を使った製塩法など、伝統的な製塩法は各地で行われています。こうしたこだわりの塩を探してみると、面白いかもしれませんね。さて、この塩を使って作られるのが醤油なんですが、醤油とはどんなものか、いきなり聞かれると難しいですよね。普段、何気なく使っていると、どうやって作られたものなのか、原料は何だろうかって、あまり意識しないですよね。でも、安心してください。一緒に勉強していきましょう。まず、醤油の原料についてです。醤油は、小麦や大豆、塩を原料として、麹菌や酵母、乳酸菌を使って発酵させた発酵調味料のことです。出てきましたね。麹菌や酵母。前回、日本酒の講義の中でお伝えしたのですが、麹菌は澱粉を糖に変える微生物で、酵母は糖をアルコールに変える微生物でした。麹菌は同じ麹菌でも、日本酒作りに使われる麹菌は澱粉を糖に変えることに特化したタイプが使われるのですが、醤油や味噌を作る際は、澱粉を糖に変える力とともに、タンパク質をアミノ酸に変える働きも持つタイプの麹菌が使われています。実は私も知らなかったのですが、日本酒や醤油、味噌、さらに米酢は、麹菌と酵母という2つの微生物を使って作られているんです。そこに乳酸菌や酢酸菌が使われることもあって、それはおいおい見ていきたいのですが、ここで重要なのは、日本食に欠かせない日本酒や醤油、味噌、米酢がいずれも微生物に支えられてできている、ということですね。これは日本酒の講義の中でもお伝えしたのですが、日本の伝統的な食材である日本酒、醤油、味噌は、伝統的な職人技によって作られているのかなと思いきや、実は微生物たちによって作られていたなんて、結構意外ですよね。これを知ったとき、とても驚きました。さて、話を醤油作りに戻したいと思います。醤油は、小麦と大豆、塩を原料として、麹菌や酵母、そして乳酸菌を使って発酵して作られています。ざっくり言うと醤油は、塩を使って腐敗を防ぎつつ、小麦や大豆に含まれている澱粉やタンパク質を、麹菌が糖やアミノ酸に分解して甘みや旨味を抽出し、酵母や乳酸菌が香りや酸味をつけた調味料のことだと思っています。少し難しいですね。一緒にじっくりと見ていきましょう。まず、この講義の中で最初に見てきた塩ですね。塩は腐敗菌の繁殖を防ぐことができるんです。塩は浸透圧が高いため、塩が近くにあると微生物の中にある水分が細胞の外に引き出されてしまうため、
腐敗菌を含む多くの微生物は死滅してしまうんです。そのため、塩は防腐効果が高いんですね。ちなみに、塩は防腐作用によって物が腐ってしまうことを防いだため、昔から塩には神秘的な力があると信じられていました。そのため、魔除けや厄除け、清めにも使われるようになったんです。でも、この塩の中でも生きることができる微生物がいるんです。それを耐塩菌というのですが、これらの中に耐塩性酵母や耐塩性乳酸菌という、塩のある環境下でも活動できる酵母や乳酸菌がいるんです。酵母や乳酸菌は、醤油作りには欠かすことができない微生物なんですが、塩の中でも活動できる特別なタイプの酵母や乳酸菌が利用されているんですね。それでは、この耐塩性酵母と耐塩性乳酸菌にご登場いただいたところで、醤油が作られる詳しいプロセスを見ていきたいと思います。醤油は大きく分けて、生菊と仕込みの2つのプロセスに分かれて作られています。まず、生菊から見ていきましょう。生菊は読んで字のごとく、麹を作るプロセスです。蒸した大豆といった小麦に対して、種麹と呼ばれる麹菌の胞子を振りかけます。これを生菊室という特別な部屋で、麹菌を培養させます。3日間ほどすると、麹菌が大豆と小麦の中で繁殖して、醤油麹が出来上がります。麹菌は様々な酵素を生み出す微生物なんですが、醤油作りでは2つ、大切な酵素を生み出します。でんぷんから糖に変える酵素であるアミラーゼと、タンパク質をアミノ酸に変えるプロテアーゼ、この2つの酵素ですね。ざっくりと言うと、醤油の原料のうち、小麦にはでんぷんが多く含まれていて、大豆にはタンパク質が多く含まれています。そのため、小麦や大豆に麹菌が作用すると、小麦と大豆に含まれているでんぷんとタンパク質が分解されて、糖やアミノ酸に変えられます。糖は醤油に甘みを与えるとともに、この後見ていく、酵母や乳酸菌の餌となる重要な役割があります。そしてアミノ酸は旨味成分となるため、完成品の醤油に旨味を与えるんですね。そして、生菊のプロセスで大切なのは、麹菌が菌糸を十分に伸ばし、アミラーゼとプロテアーゼを十分に生産することなんです。日本酒作りでは、麹作りにおいて大切なことは、麹菌が菌糸を十分に伸ばして、酵素を生産しやすい環境を作り出すことでした。でも、醤油作りや味噌作りにおける生菊では、酵素を生産しやすい環境を作るだけでなく、実際に十分な量の酵素を生産させる必要があります。それは次のプロセスと関係があるのですが、次のプロセスである仕込みにおいて、麹菌の活動が強制的に停止させられてしまうためです。醤油麹が出来上がると、ついで仕込みのプロセスに移ります。醤油麹を生菊室から取り出して食塩水、そして乳酸菌と酵母を醸造タンクに一緒に入れます。この原料が混然一体となった液体のことをもろみと言います。日本酒作りでもすべての原料を混ぜ合わされた液体のことをもろみと言いましたが、字が違うんですね。醤油作りではもろみ、日本酒作りではもろみと書くそうです。さて、ここで加えられる塩の影響で、麹菌の活動はストップしてしまうんです。先ほど、醤油作りに用いられる微生物として、麹菌、耐塩性酵母、耐塩性乳酸菌の3つをご紹介しましたが、麹菌は耐塩性のタイプはないんでしょうか？調べてもよくわからなかったのですが、一般の醤油作りではもろみの中に加えられる塩の影響によって、麹菌は活動を止めてしまいます。だからこそ、生菊の段階で、麹菌に十分な量の酵素を生産させておく必要があったんですね。でもここで重要なのが、生菊の際に麹菌によって生み出された酵素であるアミラーゼやプロテアーゼは、塩があっても活動を続けることなんです。もろみの中でアミラーゼやプロテアーゼは、小麦と大豆に作用します。そして、でんぷんを糖に、タンパク質をアミノ酸に変えていくんです。仕込み開始から1週間ほどすると、十分な糖やアミノ酸が生産されます。そしてこの糖やアミノ酸は、両者が結合することで、アミノカルボニル反応という反応を引き起こし、黒色に着色するんです。醤油や味噌の持つ深みのある赤黒い色は、糖とアミノ酸の結合によるものだったんですね。そして、アミラーゼによって生産された糖は、
着色や甘みをもたらすだけではないんです。糖の働きとしてはむしろ、酵母や乳酸菌の餌となる働きがとても大きいんです。仕込みを開始すると、アミラーゼの作用によって糖が生成されるんですが、ここで生み出された糖を餌として、次第に乳酸菌と酵母の活動が盛んになります。そして、数ヶ月間をかけて乳酸菌と酵母が発酵を行います。麹菌によって生成されたアミラーゼの働きによって生み出された糖を用いて、乳酸菌は糖から乳酸や酢酸など様々な酸を生成します。この乳酸や酢酸は、醤油に酸味と奥行きを出します。醤油を舐めるとしょっぱさと同時に、酸味も感じると思います。この酸味は乳酸菌によって生み出される乳酸や酢酸に由来していたんですね。そして酵母は、同じく糖を餌として醤油特有の香り成分やアルコールを生み出します。麹菌の生み出したアミラーゼという酵素の働きによって生み出された糖を用いて、今度は乳酸菌や酵母が酸味や香り成分を生み出す、まさに微生物たちによるバトンリレーによって、醤油は生み出されていたんですね。そして、乳酸菌や酵母の活動が穏やかになると、圧搾、火入れ、ろ過を行ってボトルに詰められて、私たちが普段目にする醤油になるんです。ちなみに、江戸時代までは醤油は木桶を用いて作られていました。その後、ステンレスタンクに置き換わって現在に至っていますが、この木桶を使った醤油作りを復活させようというプロジェクトが、2011年に小豆島で始まりました。伝統的な木桶を使って作られる醤油は、深いコクと芳醇な香りが楽しめる一品となっています。また、木桶には、天然の乳酸菌と酵母が生息しているため、醤油麹と塩水を入れて仕込むと、自然に発酵が開始されるんです。神秘的ですよね。実は私も木桶醤油を使って食事をいただいたことがあるのですが、旨味の凝縮した素晴らしい味わいの醤油でした。ぜひ伝統的な技法による醤油を探してみてください。はい、ということで今回は醤油作りの手法について勉強しました。皆さん、いかがだったでしょうか？面白かったですよね。醤油作りはまず2段階で行われるんでしたね。生菊、そして仕込みでした。まず、生菊のプロセスでは麹作りが行われます。原料となる大豆と小麦に麹菌の胞子を振りかけて麹菌を培養します。麹菌は、でんぷんを糖に変えるアミラーゼと、タンパク質をアミノ酸に変えるプロテアーゼを生産します。そして、出来上がった醤油麹を醸造タンクに入れて、塩水、乳酸菌、そして酵母を入れて仕込みのプロセスに移ります。ここでは塩が加えられるため、塩に耐性のない麹菌は活動を止めてしまいますが、生菊の段階で生み出されたアミラーゼやプロテアーゼは活動できるんでしたね。そのため、原料である大豆や小麦を分解して糖やアミノ酸に変えていきます。このうち、糖は醤油に甘みを与えて、アミノ酸は旨味を与えているんでしたね。そして、糖とアミノ酸は結合することで、醤油の赤黒い色を生み出す、アミノカルボニル反応を生じるんです。糖にはさらに大切なことがありましたね。それは、乳酸菌と酵母の餌となってこれら微生物の活動を支えることですよね。醤油作りで用いられる乳酸菌や酵母は塩に耐性を持つ耐塩菌で、腐敗菌が活動できない環境下でも活動できるんでしたね。まず、乳酸菌は糖を用いて乳酸や酢酸を生み出し、醤油に酸味を与えていました。そして、酵母は糖を用いて香り成分やアルコールを生み出していました。麹菌が生み出したアミラーゼやプロテアーゼを用いて大豆や小麦を分解して、ここで生み出された糖を用いて乳酸菌や酵母が乳酸や香り成分を生み出す、まさに微生物たちによるバトンリレーによって、醤油は生み出されているんですね。はい、醤油の講義の第1回目、醤油作りについて一緒に勉強してきました。どうでしたか？皆さん、驚きの連続だったんじゃないでしょうか？まず、醤油って麹菌や乳酸菌、そして酵母という3つの微生物によって作られていたんですね。醤油って発酵食品ということは知られているので、なんとなく麹菌を使っているのは知っていましたが、乳酸菌や酵母も使われていたんですね。これって、まさに日本酒作りで出てきた微生物と同じですよね。特に木本作りの日本酒は乳酸菌を利用しているため、全く同じと言っても過言ではないですね。
確かに醤油作りで用いられる酵母や乳酸菌は、塩のある環境下でも活動できる耐塩菌ですし、麹菌はタンパク質分解能力の強いタイプが使われているなどの違いはあります。でも、大まかに言って使われている微生物が同じということは、驚きでした。日本酒作りとの比較で見てみると面白いなと思った点は、他にもあります。皆さん、お気づきでしょうか？例えば、もろみの仕込み方法に違いがありますよね。日本酒作りでは米麹作り、ついで酒母作り、そしてここに残りのお米と水を加えてもろみとしていました。つまり、でんぷんを糖に変える力を持った麹菌の塊である麹、糖からアルコールに変える力を持ちつつ、腐敗を抑える乳酸をたっぷり含んだ酒母、これらを混ぜるだけでなく、ここに残りのお米と水を加えて発酵させていました。一方の醤油作りでは、麹が出来上がったらここに塩水と酵母と乳酸菌を加えていました。つまり、醤油作りでは日本酒作りにあった酒母作りがなく、そして残りの材料を加えるという工程もないんですね。このプロセスの違いがなぜ生じたのか、ご存知の方はぜひ教えていただきたいのですが、同じような工程を経て作られる日本酒と醤油でも、もちろん原料や微生物の種類も違うのですが、製造プロセスにも違いがあって、面白いなと思いました。ということで醤油の講義の第1回、醤油作りについて一緒に勉強してきました。とても面白かったですね。皆さんはどの点が面白かったでしょうか？私は個人的には、微生物によるバトンリレー、面白いなと思いました。麹菌が生み出したアミラーゼやプロテアーゼは、麹菌が活動を停止した後も、仕込みの際に効果を発揮して、でんぷんやタンパク質を糖やアミノ酸に変化させていました。そして、ここで生成された糖を餌として、乳酸菌と酵母が活動を開始し、乳酸や酢酸、そして香り成分を作り出していました。醤油って随分昔から作られているのですが、昔の人たちは3種類の微生物がいて、それぞれに働きがあるということに気がついていたのでしょうか。そんな先人たちの知恵や努力について思いを馳せるとまた面白いですよね。ということで、醤油の講義の第1回目は以上になります。次回は4種類の醤油について、その違いや歴史について勉強していきたいと思います。最後になりますが、今回の動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。次回もまた一緒に勉強していきましょう。それでは、また。